クランドとジョンです。今回はね、ナビ VS スワックというクランですね。初めて見たかな。韓国文字見えますね。韓国のクランかな。はい。というわけでもうちょっとで開幕ですね。久しぶりにライブで見る感じ。タウンホール16は初かな、覚えてないや。とりあえず、B カストロがね、新規メンバーとエンド出てる。誰かいないな、じゃあ。クラウスいないですね。クラウスがいません。はい。というわけで、そろそろ始まりますね。早速やっていきましょう。さあ、先行対戦相手、バルキリーですね。ルートライダー、バルキリー、ヒール3枚。クイーンに D つけてる。だいぶ珍しいチョイス。外周部はルートライダーとネクロで、とバルキリーをちょっとずつまでつつ一気のサービス終了編成。もう初手からトームまで一気に全部入れてきますね。ロイヤルチャンピオンまで出してるかな、これ。おほほ、思い切って全てを出し切っていきます。ロイちゃんもすでに登場。キングがそれてますね。で、外周部、両サイドにヒールを打ちつつ進んでいくって感じですね。タウンホールは真ん中目なんで、ウッドランチャーの採用なんですけど、どうでしょうこれ、ワンチャン、クイーンは黒く打ちつつ、タウンホールにはね、ウッドランチャーのダメージも入ってたので、ディギーがついてたおかげで、この使い方するなら確かにユニコーンで回復するっていうよりはもう盾が多いんで、回復、ヒールが3枚あるしね、投げてったって感じなのかな。もうだいぶヤンキーな戦術が飛び出しましたが、どうでしょう。さあ、ネクロとスーパーガーゴイルは相打ち。キングはここでフィストを使って、この流れでこんな伸びんのやばすぎるだろ、これ。これでもこんな伸びちゃうの？これは全開になってはいけないアタックですよ。さあ、だいぶ伸びましたが、マルチ IT まで伸びなかったですね。ルートライダー自身の攻撃力はそんなには高くないんで、ヒール3枚で残りフリーズって感じか。新しいっていうか、最近ね、バルキリーも入れたようなルートライダーとのサービス終了編成みたいなのも若干流行りつつはあるんですけど、さすがに配置とプランが雑すぎたかな、今回に関しては。ただでも伸びますね。92まで来て、で残り時間も1分ぐらいあるっていうところなので、ちょっとずつなんかいろんなとこがね改善できれば全開まで伸びつつアタックですよね。キングが外周部流れてしまったところとかはこうなんか内側歩き続けて進めばもっと防衛施設効果的に殴れたと思うし、クイーンもそんなにいい感じでは進めなかったしね。これは92から伸ばせるかってとこですが、ウィズ島までは折れそうかな。 93% 終了ですね。対してここエンドクイラバにスーパーバーバリアン入れた形ですね。タウンホールは真ん中、スーパーバーバリアンでまずはカットを入れつつ、6時から入れたいですよっていうような、そんなあれですかね。配置ビルダーの人ですね。ここはストライカー1体で呪文なしに抑えたいところだけど、そもそもクイーンがね、やっぱり防衛のクイーンはギアがついてないのでね、ヒーローギアがついてないので HP とかもね低く設定されてるので、この辺なんか怠慢だけでも簡単に突破することができてるのも難易度低下の一つですよね。オールブレッカーつけますよね。2枚投げ、めっちゃ投げてくる。そんな出すそんな出すそんな出すことある？さあ、マルチアーチャータワーからヒーラー打たれてますが、数は3枚なのと火力もね、いい赤バックかもしれない。他にもあるのはちょっとだるいね。さあ、レイジ、インビジブルを使っていく。フリーズの方がいいシーンですね、これはね。援軍のターゲット変わっちゃうんで、戦闘要員じゃないですからね。配置作る人なので、配置ビルダーなんで、ちょっとさすがにいろいろ苦しいですね、このクイヒーは。黒くって撤退レベルだな。さあ、イーグル砲がヒーラーに飛びつつ、赤バックもヒット。ここ、いい赤バックセットされてますね、ここはね。ヒーラーの方も。ここで潰れていきつつ、だいぶ苦しいヒーローパートからのラバルパートになってます。援軍処理も終わっ
ってないので、スーパーガーゴイルが残りつつ、ここで一気のトームをかけていきます。できるだけ破壊率稼いでいく方に切り替えたいですね。そうなると12時、バルーン足りないかな、それじゃ。対空砲のところを、フリーズ1枚使わないと、12時の対空砲を削ることができればね。ガゴとかがいればだったんだけど、回収も全部出しちゃってるんで、ちょっともったいないですね。こっちとかもね、空飛んでれば削れる場所ではあるので。だいぶ事故っちゃったんで、事故ってる時はね、なかなか冷静にプレイするのは難しいけど、エンドはプレイスタイル上昔からこういう人なんで。大雑把な。なんでだろうな。配置作るのは割と繊細なあれではあるのに、プレイヤーになるとすっごい大雑把になるんだよな。大雑把ヤンキーになっちゃうんだよな、プレイヤーになると。なんでなんでしょうね。さあ、相手は、シューター型のバルキリールートライダーですね。この入り、タウンホール側から行きたいってことなのかな。わー、本当に。なんか、V ヒスーパードラゴンみたいなやり方で行くのかな、これは。おー。ルートはだいぶ確かに遅くなってるんでね、一応。とはいえ、ちょっと回収足りないんでバルキリーたくさん流していきましたね。ヒールも打ってタウンポイズンをカバーしつつ。ヒーリングトムならいいな、ここ。いいヒーリングトムですね。これタウン側から行って全開取れるんだったらだいぶ強いけど、どうでしょうね。ヒーリングトームがね、このポイズン、ね、タウンホールポイズンに対して強いですね。で、スケルトンの呪文を置いてロイヤルチャンピオンを守りつつ、くじ区画っていうのを狙っていきます。で、これ強いね。フォックスが透明化してくれて。ただ、もう一度隠れてきましたね。で、キングがここで大きくなっていく。これ強いかもな。キング、穴開け、ツンよ。巨大化キングツンよ。どんどん貫通して、ルートライダーの穴開けと、でっかいキングが貫通していきました。これいけるな。クイーンの方はクローク咲いて、クイーン、防衛クイーン触れればって感じなのと、あとフリーズ4枚もあるんですよね、これ。連想、長弾大砲の方はもう HP ミリのところまで落ちてますね。フリーズも連打でいいです、こんなん。はい。1枚目フリーズ。もうスパカゴの延命のフリーズ打ってあげたいまである。余裕すぎるね。圧倒的全開。ルートライダーがもうタフすぎて、もうマッチョすぎて止まらんすね、こんなん。これいけんのか。ちょっと自分でやるのは怖いプランですけど、これ。人がやってこれ全開取れんなら、ちょっと自分で試して、なんかまずフレチャレから始めたいね。対戦とか一発目でこれやりたくはないけど。面が細ければタウンホール突っ切っても、ヒーリングトムさえあれば乗り切れるってことですね。確かにね、スーパードラゴンとかってタウンホール裏が取れるかどうかみたいなゲームじゃないですか。タウンホール裏に関して穴開けをしてくれるという選択肢で貫通していく。もうこれがまかり通ったらタウンホールポイズンとはになっちゃうけどね。さあ、ピーカス、クイヒーラバで、ジャイアント4枚。さあ、面白い。なんか、シューターのためのって感じだね、これは。さあ、ジャイアントで、このシューターの方の延命をしていくようなイメージ。反対サイドは、時間を作ったジャイアントからのクイーンでこっちはターゲットを取っていきます。面白いね。こうなるとシューターがだいぶ強いですね。マルチ IT の方。テスラチェックのホグとかは持ってきてないんで、このままシューターは、ジャイアント出さない限りは放置になりそうかな。火力も上がってきてますが、ユニコーンも落とされていくので、
じゃ回復量として落とされていきます。ソウルブレーカーはどこかけますかね、これ。エアスイのところ内側に入れて進む形になるのか、それとも上に流していくのかですが、サイドカット一切しなかったので、上がこれクイーンの祭壇の方に戻していくやり方を取っていきました。そうなるともう一層ここ穴開けになりそうかな。投石壊れるぐらいで投げてきそうだけど、いいタイミングですね。投石からのスプラッシュダメージを受けないタイミングでやりつつ、援軍釣れることが分かってるので、早めに出しすぎちゃうと投石を壊す前にね、釣れちゃうからね。で、マルチ IT の方までシューターもすごい綺麗に折れてますね。ウィズと壊れるぐらいでホミキチェックバルーン一体通したい感じもあるけど、めっちゃ強いね。そしてウォールブレーカー来ました。これはクイーンの方のルートもつながるウォールブレーカーいい。キングが外周部流れてくれればそれだけで。リクスケもここは処理をしてくれる。キングが止まらないってそれだけで強い。さあ、ラバルパートは3時からオーデン付きでスタートしてきました。シューターの方でインビジブルタワーの解除ができてるのもめちゃくちゃ強い。もともとね、ピーカス、クイラバ出身でもあるからね、ヒーラーがもうなんか死にかけてはいますが、ここクローク打ったらまたヒーラー出てきましたね。タウンホールの方は当然トームを打ちつつ、マルチ IT まで綺麗に突破。くるっと回ってクイーンは投石の方を、投石ね、モノリスを降りつつ、フリーズがまだあるので、余裕ですね。ロイヤルチャンピオンもスピリットフォックスで姿を隠して、自衛ができている。ただ順番も余ってるんですけど、ここは打つことはせず、あとは時間との勝負ですが、そちらの方も全く問題ないという形で、余裕の全開。これぞ、世界ナンバーワンの技術ですね。世界大会 MVP。圧倒的全開。ガーサス。さあ、ここに来て先ほどとは違うラバル編成が登場ですね。スケルトンを置きつつ、クローンは1枚なので、バルーンかイエティあたりを増やしていくような使い方するのかなと思ったんだけど、シューターセットなんですよね。さあ、キングに対してキングぶつけつつ、いいスケルトン、じゃない、スケルトンストライカーですね。で、ロイヤルチャンピオンもサポート入れてる形です。で、何これスーパーディガー出てきた。防衛でスーパーディガーですね。何が目的なんだろう。クイーンの方は、ちょっと流れて、ここ入れてクイーン処理とマルチ IT を降りたいプランだったんですけど、ちょっと流れちゃいましたね。個人的にこのクイーンのクッキースキン、あんまり、ちょっと分かりづらいなって感覚だったんだけど。ペラペラで攻撃分かりづらかったんだな。サロイエルチャンピオン、最後のスピリットフォックスを受けつつ、これはホーミングチェックバルーンからボマーに切り替わりましたね。まあ、残っちゃったので仕方なく、9時からラバルパート。これはストライカーも出したので、一気のヘイストトムかな？かけない。あ、かける。配置クロスかかって、そうだよね。ストライカー自体は死んだけど、ウォーデンについてた、ポイズンリザードのおかげで処理ができましたって感じ。6時の方もサポート入れたいですね。ラバハウンドからバルーンを入れつつ、中心部、フリーズがまだ2枚あるので、投石に重ねて打っていきます。もう一回打つかどうかなんだけど、ボマーの中身はバルーンライダー。フリーズがまだ2枚あるので、あそこで打っちゃうか。ちょっと早いっすね。まだマルチ IT の範囲内に入ってないので、ちょっと焦っちゃってますね。ただ、これ、こんな飲みに乗ってくる。フリーズ、フリーズ、フリーズ。もう1枚やったらな、ここで。確定全開と言えるぐらいの火力が残ってるんだけど、ライダーが残ってるんでね、マルチ IT に対しては強いですよね。さあ、あとはロイヤルチャンピオンの処理ができてないところ。ストライカーの処理もちょっとね、最後雑に投げちゃったんですけど、ここでバルーンの方でライダー処理ができてしまうということで、まあもちろんね、事故ってしまった流れからのいいリカバリーではあるんですけど、まあこれが全開できちゃうのが16の難易度かなっていうところが正直ですね。クイーンのコントロール完全にミスって、9時丸々残って、クイーンの仕事量がほとんどなかったにもかかわらず、これもう、クイーン余ってる全開と言っていいレベルだからね。さあ、各クイヒーライダー。
ゴブじゃない、普通のゴブリンでテスラチェックを行いつつ、シューター12時セット、クイヒー自体は6時起きましたね。で、スニゴブサイドカットです。マルチアーチャータワーがヒーラー入ってる。ちょっとだるいスタートになっちゃいましたね。ただ、ヒーラー自体は落とされてないので、ダメージ受けちゃったぐらいで済みました。赤バクとかは受けたくないですね。で、ペラペラクイーンと当たっていきつつ、ストライカー補助。やっぱヒーロー処理が簡単になりましたね。クイヒーで当たるときも相当楽に当たるような形になりました。この配置か。取り方知ってるんじゃないかなと思います。シューターがここ美味しいのとかも理解してのシューター採用かなっていうところで、ホグは援軍釣りもちょっと兼ねたところだったと思うんですが、全部は釣れず、このままタンクイヒーに流れていくような感じかな。ウォールブレーカー強え。タウンホール開かなかったっすね。長弾大砲の攻撃がキング越しにウォールブレーカー入ったのかな、今のは。タウンホールまで打てるようなウォールブレーカー投げれれば最強だったんですけど、ちょっとこれはめんどくさくなりましたね。タウンケアはもうクイーン自力でなんとかしてって感じで、ルートライでそうですね、逆サイ展開する方がいいような気もしますね。余力さえ残ってれば、最悪タウンホールが残ってクイーンそっち行ったわ、ちゃんと。だいぶゴリゴリ進めていくような感じにはなりましたが、いいと思う。マルチ IT3 本かかりつつポイズンターンも当たるので、打つべきポイントとしてはここかなというところですね。で、ヒーラーも守りつつフリーズ打ったのでタウンホール突破できて、キングのハイダメージとかもね、これスムーズに進めた要因ですね。ルートライダー強え。あとはフリーズが2発インビジブルがあるので、インビジブルはロイちゃん用で、フリーズは全体を守る用として使っていく形になるので、ここで1枚目。もう1枚はロイちゃんかマルチアーチャータワーどっち挟むかなみたいな考え方をしてると思うんですけど、両方いらないな、もはやってなって余りましたね。時間の方も40秒ぐらい余ってるので、全開ですね。クイーンもロイヤルチャンピオンの能力が残しつつ、ウォールブレーカーで、ミスというか事故が起きかけたんですけど、それでもこの余裕の全開というところで、いい対応でしたね。無理にリカバリーしないというか、経験則でこれ普通に続けて大丈夫なやつっていう判断ができるのがいいところかなと思います。61天才のラバルですね。もうどの戦術も強いからな。天才の方はクイーンを巻き込んでの天才6発で落とせるようになったのが非常にいいっすね。でスニゴブと普通のゴブルか、普通のゴブリンでやりつつ、いいウォールブレーカーテスラ3本見えたのでちょっと火力は高そうですが、で対地クロスのタゲはキングで拾いつつ流していくような流れ。これタウンホールはそうだよね、さすがにだよね、突撃艦をセットしているのでラバルに混ぜて突撃艦でタウンホールケアをしつつ、この辺のマルチ IT ぐらいまで上振れればマルチアーチャーターまで取りたいな、フリーズ1枚あれば取れるかなぐらいな考え方かもしれないですね。1枚打てば取れそうな気もするけど、援軍ね、キングの方によるから。でもなんか結果おこぼれでいただける。フリーズなしで取れんならめっちゃ強いけど、ギリギリ取れましたね。これは相当上振れた上にエアスイまで降りていく。ポイズンタワーのポイズン能力がちょっと弱くなったな。元々のやつよりなんかすげえ弱く感じる。特に入ってないんだけどあれは。さあこれは相当いいルートできましたね。でタウンホールに合わせてレイジーエティだと思うんだけど、エアスイワンプッシュによって結構ずれるんでね、これレイジは外れましたね、2AT の方は。ただタウンホールを落とす分の火力は十分ついてるので落としきりつつ、マルチアーチャータワーとマルチ IT が残ってますね。しかもこのこれアーチャータワーの方残ったらめっちゃ偉いな。ライクついてるんで治りますよ。さあそもそもだけど3時の方までラバルロイヤルチャンピオン両方行きず、ヒーローパート自体は多分プラン通り進んでたと思うんで、どっちかっていうとラバルパートでのミスになるのかな、これは。
まあ、初動で取りたいマルチアーチャータワーとIT のところを避けてバルーンが進んでることになるので、まあ、そこが良くなかったところと、呪文の配分とかが良くなかったのかな。あとはまあ、ここまで絶対取れないプランですよね、さすがに。プランニング上でこのモノリスをキングで折るんだってプランはさすがにできないと思うんで、このモノリスもケアするバルーン部隊っていうのを作んなきゃいけなかったんだけど、そこも作れてなかったっていうところで、まあ、入りの部分で押すことがしっかりできてれば、ここも通り過ぎた上で3時まで伸びるぐらいの舞台は作れたんじゃないかなと思うので、その差で前回まで伸びなかったですね。結構あるあるなんだよな。入りの舞台がしっかりルート作れてなくて流れて取れずみたいな。さあ、これも 93%、1本目のアタックも93とかだったかな。ただエンドがね、破壊率では勝てないぐらいの破壊率だったと思うので、ここからオール全開で逆転したいところですね。さあ、カズマくん、61天才のルートライダー、クイヒールートライダーですね。あ、おでひか。こうなると、火力相当高いですね。長弾大砲の方が、おー、高い高い高い。長弾大砲のダメージを一緒に受けないように、ここはオールの採用ですね。バイクはこれかかってないんだね。美味しい。あ、しかも落とされた。クロスボウの方にもオールのダメージが入りつつ、ターゲットを取りつつ、シューターの方は12時展開。ここからホーミングチェックバルーンとともにクイーンと合流して、いいルートだな、これ。うんま。ルート整備うんま。プランうんまいな、これ。しかもこのバルーンめっちゃいいね。ウォーデン内側入んないで。左に、そうだね。ルートライダーで合流して、外側に引っ張りたい。ナイス。で、穴開けしなくていいんだよね。スーパーウォールブレーカーで。ルートライダーめっちゃいい穴開けてくれる。時間差でちょっと1体ずらして出していきましたね。穴開け用のルートライダーと、本体用としてずらして出し、本体用のルートライダーと、なんか1体だけね、さっきタゲトリ用で死んでったけど。さあ、ここ、いいトームですね。しっかりエレクトロタイタンもトームに乗るタイミングで打っていきました。援軍に対してはやっぱエレクトロタイタンが必要ということで、クイヒールートライダーだけじゃなくて、おでひとしてこういう使い方をしていくのも面白いですね。やってることは、天才のエレクトロタイタンみたいな使い方なんだけど、で、キングはこれ、普通のフィストかな？普通のフィストというのも、普通のフィストの名前わかんねえんだよな。バーバリアンのあれなんだ、レイジ薬となんだっけ、バーバリアン人形で合ってるかな。で、シューターの中身はネクロが4体っすね。てかタンホル残すこのプラン結構勇気あるというか、まあでも中盤で当たれそうな感じはあるけど、ただしっかりね、タンホルのも残ってるのもしっかり考えつつで、呪文全部打つんですね。クロークさえ温存できればって感じかな。ロイヤルチャンピオンも能力残ってるし。クイーンの方、ここ、タウンホールの方に向けて流して、そうすると、外周部っていうのはこうしてキングとロイヤルチャンピオンで担当ができるので、クローク打ちつつ、ロイヤルチャンピオンもブーメラン残し、終点がタウンホールでやっても問題なしと、いいリカバリーですね。クイヒかな、さっきの例があるから、おでひも考えられるんですが、ここはクイヒのルートライダーですね。で、キングをクイーンにぶつけつつ、穴開けをこっちも入れていって、先に切りたい。マルチ IT 区画っていうのをこのキングで担当すると。いや、ハイダメージ2発で折れたけど、マルチ IT。やばすぎ。キングの火力バカ高いよな。レイジ薬が強いんかな。で、釣れた援軍の方もね、キングの方で火力処理ができつつ、フェニックスついてれば、この、あれも死なないからね、無駄にならないからね、途中で死んじゃっても、ジャイアントガントレットのね、能力は、フェニックス中にもやってくれるからね。さあ、あとはこのままクイヒゴリゴリ進めていくような形かな。綺麗に内側入りましたね。これ強いな。で、タウンホールはもう終点にしてもいけるでしょっていう。突撃艦ケアするのかなこれは。トームに合わせて。そのようですね。ちょっとバルーンとか、そうだね。今出しましたけど、先に出したいところであったけど、
エアスイ食らうっていうのもいいと思うんですね。ギリギリっていうかめっちゃいろんなもの受けまくってるけど、これクイーンもルートライダーの穴開けのおかげで合流できるのバカ強いな。で、もうど真ん中レイジでタウンホールをケアしつつ、つんよ。いや、強すぎるな。フリーズ打ってモノリスの方も完封しつつ、止まらんね、これはね。止まんないよ、こんなん。つんよ。ルートライダーの数えぐいな。さあ、ロイヤルチャンピオンが張り切って進みますが、ここでしっかりね、フォックスが、インビジブルかけてくれることで、先走ったところ合流しつつ、そろそろもう一回消えるんじゃない？ほら、消えていってターゲットずらして。まあ、ロイヤルチャンピオン、ルートライダー編成の時に、フォックス使うとちょっと無駄になる説がね、若干あったりもするけど、結構ロイちゃんがこうして先にね、走ってっちゃって、ルートライダー追いつけないみたいな長距離走みたいな時に、こうして消えてくれるっていうのはね、非常に価値がありますね。だから割とね、そんなに噛み合ってなさそうで、とりあえずつけとけばバカ強いっすね、無駄に。いやー、強すぎるないい食い火でしたね。さあ、星3ラストアタック。ちなみにね、対戦相手のクラン名、スワッグっていうのね、クラクラのあれだと、呪文とか、まあ、ユニットを残すことをね、スワッグって言うんですけど、いいシューター、これは。いい天才。対地クロスを折ったことで、シューターが爆ハードすぎますね、これ。タウンホールまでそしたらクイーン流してって感じかな。で、対地クロスだけキングで拾いつつみたいな動かし方を、ゴーレム使うのか。じゃあワンチャンキングは9時とかも、おっさんのスタイルだとありえそうですが。時間怖いね。さすがにもう始めましたね。ベビードラカットかな、じゃあ。ここは、ゴーレムは、使っていきますね。で、キングは、3時普通にサイドカットとして。なるほど。キングでタウンホールを見て、宝石と援軍をクイーンで担当する形か。エアスイが両方左と上の方を向いてくれてるんで、まあ、キングがタウンホールを折ったら、まあ、2時あたりからラバルパートを進めていく流れになるのかな。めちゃくちゃでかいキングがタウンホールを落としつつ、クロークまで咲きましたね。スーパーガーゴイルのターゲットとかも外しつつ、普通にね。上から来ましたね。トームのバリューっていうのが一番高いところからスタートして、ここはヘイスト2枚重ねで一気に突破していきます。で、裏からロイちゃん、ラバロイちゃんからのモノリススケルトンで、ワンチャンクイーンも拾えればよかったんですけど、ここはターゲットを受けて死亡。シューターが強すぎるな。まだ生きてる。イーグル砲まで撃ち始めたこいつ。で、9時の外周防衛説は単品バルーンでポンポンポンと落としていきつつ、中心集めてフリーズがまだ3発残っていると。ようやくシューターキングに捕まりますが、関係ないですね。さあ、中身のユニットとストライカー合わせて処理をして、ラバハウンドも割るためにフリーズは打たず、余裕すぎる圧倒的全開ですね。ロイヤルチャンピオンブーメランからのフリーズバンバンバンとこれをスワグって呼びます。ナイス展開。はい、というわけで終わりました。14対13。内容的には非常に圧勝してたかなというところなんですけど、点数で見ると14対13ということで、タウンホール14の時の環境に結構近いのかなって感覚ですね。15は結構バランスめちゃくちゃいいタウンホール帯だったなって思うんだけど、今後はもしかしたらね、バランス調整で直していくっていう感じか、もしかしたら意図的にちょっと15が難しかったので、今のうちに全開を取らせる喜びをみんなに感じさせようみたいな運営のね、意図かもしれないですね。わざと攻撃側を圧倒的有利にして、世界大会近づいたら、ちゃんとガチ環境にするみたいな、なんかそういう飴とムチみたいなバランス調整してる可能性結構追ってるんだけど、割とそれありえそうなんだよな。ちょっと15で全開取れないって不満が出すぎたから、序盤だけでも全開取れる環境にしてやろうっていう、そういうあれなんじゃないですか、運営さん。今後ずっとこの環境はさすがにやばいっすよ。さすがにずっとこの環境はやばいんで、多少はね、多分バランス良くなるとは思うんですけど、そんな中でもね、当たり前だけど技術っていうのは非常に重要なところなので、今回はエンドくんがね、配置ビルダーのエンドが戦闘民ではないので、そこだけこけた感じですが、他のメンバーは圧倒的全開でしたね。はい。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。それでは動画でお会いしましょう。さよなら。